17歳の高校2年生です。東大目指して今めちゃくちゃ勉強してます。小さい頃から親に東大に行けって言われてきて、自分の進む道はもう決まってるって思ってて、第一印象から嫌なやつだなと思うんだけど年収とかも目標は一応あって、1000万は最低。東大出て年収1000万でいいんだみたいな。それだったら全然学歴いらないよ。1000万を目指せばそれでいいっていう風にも思ってないし、瀬野さんの1000万でちょっとカチンときたのかもしれませんが目が怖いんだよ。遊びとか無駄なことに時間を使うなんていうのを考えたこともなくて、壁にぶち当たった時に親のせいとかにはしないでほしいなっていう感じはするのと、でも賢いならさ、いい具合にできるくない？調節が。時間が足りないんです。頭いいんでしょって。だったらできるくない？東大出てなくても口喧嘩かかっちゃうよ。若い時代をなんか美化しすぎでしょ。ビジネスの現場でどこ大学とかどこ高校とかって誰も聞かないし、言ってもどうでもいい。大人の作ったルールをぶっ壊した人がヒーローだと。皆さんこんにちは、山口です。手前に座っていらっしゃるのがスピーカー17歳の男性の方です。田中翔太さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてお隣に座っているのがコーディベーターで現在42歳の男性、松田健一さんです。よろしくお願いします。松田健一です。よろしくお願いします。学歴しか勝たん。みんなが遊んでいる間、めちゃくちゃ勉強している。僕がその辺の雑魚に負けるわけがないという提起になります。詳細を教えてもらえますか？自分は17歳の高校2年生です。東大目指して今めちゃくちゃ勉強してます。小さい頃から親に東大に行けって言われてきて、自分の進む道はもう決まってるって思ってて、だから遊びとか無駄なことに時間を使うなんていうのを考えたこともなくて、勉強することが自分の全てだと思ってます。親の期待に応えるのが自分の役目だし、今の努力があれば絶対に東大に合格して、将来も今遊んでる奴らには絶対に負けないっていう自信があるんですけど、周りからは若い時は一瞬しかないから親の言いなりで勉強ばっかしてるのはおかしいって言われることが多いんで、今日はそんなことはないっていうのを言いに来ました。年収とかも目標は一応あって、1000万はもう最低。弁護士とか目指してて頑張ってはいるんですけど、将来のために今から努力するのが成功への一番の近道だと思ってます。コーディベーター松田さんはどういう意見で？そういったことはね、小さい頃は知ってるんですけど。お知り合い？そう。ええ。私もね、よくうちの子供たちと一緒に遊びに行ってるんですけど、昔はもっとね、そんな感じじゃなかったんですよね。親の刷り込みなのかわからないけど、もっと楽しいこといっぱいあるのにって、それを体験せずに勉強だけ親の言いなりになってやってるのって、もったいないなって思ってるんですよね。田中さんのお父さんとコーディベーターの松田さんが同級生。あ、そうです、はい。ね、昔からのご友人関係にあるので、よりちょっと親身になってお話ししたいということで今日来ていただいたということなんですね。皆さんにもお話を伺っていきましょう。今井アンジェリカさん。はい、自分の人生だから親が決めた道を突っ走るだけだと勉強しかしないから、社会に出た時に何の経験もなくて、逆にみんなと足並み揃えられなくて、うまくいかないんじゃないかなって思うから、そんな雑魚とか言わなくていいと思うかなって。経験もして勉強もしてっていう全部いいぐらいの。勉強してなかったら社会にも入れなくない？でも勉強してないけどここにいるんですよ、自分。コミュニケーション能力があれば。コミュニケーション能力って何ですか？ちょっと皆さんにいろいろ聞いていきますからね。もう分かってないじゃん、勉強してんのにそのコミュニケーション能力のことを。続いて山本社長お願いします。例えばキングダムで活躍してる人って武力とかさ、軍師みたいな過料店みたいな頭いい人とか、チームワークをこうまとめるのが得意な人とか、いろんなねビジョンを掲げる人とかいるから、あなたみたいな人もいていいのかなと。でも僕は偏差値70いくつの高校から35の大学に行ったんで、途中で勉強じゃないなと個人的には思いました。年収は平均1億ぐらいだったんで、サラリーマン時代。地頭はまあ僕自信あるけど、あんまり高等教育いらないものはいらないかなというふうに持論は思ってます。でも彼みたいに東大やるなら首席ぐらいまで目指して頑張ってほしいなと。瀬野優香さんお願いします。東大行った後どうしたいのかなっていうところがすごい気になって、東大出て年収1000万でいいんだみたいな。それだったら全然学歴いらないよって思っちゃって、ゴールが1000万でいいんだったら
私とかもあるし1000万いらない。東大出た先にどうしたいのかっていう、なんか一番今見える範囲での遠いビジョンが何なのかによってなんかアドバイスじゃないけど、それ確かに学歴大事だねとか、その人に合った答えを出せるのかなっていうふうに思ったら、そこまず聞きたいなと思いました。将来のビジョンもね、後ほど聞いていきたいと思います。さあ続いて小徳さんお願いします。ちょっと一定数理解できて、僕も高校生の時にアルファベットも危ういとこからドラゴン桜の影響を受けて、そのバカとブスは東大に行けって。東大行ったの？いや僕は東大は行けなかったんですけど、一応上智大学っていうまあそこそこな大学にはすごい本当一日ずっと勉強してやってたんで、一定数何かを得るには失わないといけないんで、そういう時期も別に必要かなと思ってるし、その後僕大学を中退して起業してるんですけど、徐々にその考えは変わっていくし、まあ柔軟にはなっていくと思うんですけど、やっぱりその集中しないとなんかそういう勉強って取り組めないんで、遊んでるやつ羨ましいと思う反面、そういうちょっとなんかネガティブなエネルギーでもいいから集中するっていうのも、まあ僕は結構いいし、ちょっとそういう尖ってるやつはベースちょっと好きっすけどね。なるほど、はい、ここまで聞いていかがでしょう。1000万以下はありえないと思ってます。もちろん1000万を目指せばそれでいいっていうふうにも思ってないし、将来の自分のために今は自分が努力するっていうのがもう賢い選択だと思ってます。瀬野さんの1000万でちょっとカチンときたのかもしれませんが目がマジなんだよな。まあ最低1000目が万。怖いんだよな。今井さんこのビジョンどう思いますか？東大行ってから全部親がやってるやつだから行って、これからどうしようって自分が迷っちゃうんじゃないかなって思って、そこが心配。なんか東大って東大行ったらなんかぽっかり心に穴開いちゃってどうしようってなっちゃわないかなと思って。弁護士になりたいので司法試験とか受けてそのまま弁護士の資格を取得してっていう。人とのつながりだからね、弁護士も勉強してても人と喋れなかったらあんまり人の弁護もできないと思うから、経験はちゃんとしなきゃいけないのかな。でも弁護士を目指すのが30歳とか40歳とかになった時に今の僕と同じぐらいの勉強量って本当にできるんですかね？生活を保ちながらしていくことは難しいと思います。そうですそうです、主語がでかいのかもって思いました。なんか確かにあなたの場合は学歴大事かもしれないし、勉強ができないと務まらない仕事だと思うけど、じゃあ私に学歴が必要か、今井さんに学歴が必要かって言われたら、私たちは多分そうじゃなくて、なんかちょっと主語がでかいんじゃないかなって。勉強が大事とかっていうの僕分かるんですよ。本当に自分で東大に行きたいと思って勉強してるのか、親に言われてやらされてるのか、だいぶ変わってくると思ってて、遊びの中にも学びってあるじゃないですか。人との関わり方だったりとか、社会に出てから大事になってくるので、勉強も必要だけど、そうじゃないっていうところも知ってほしいっていう。日本全体が成長していた昭和時代だったら平均点でもどんどん収入増えるけど、これからは変態がしか残んないと思ってて、彼みたいに目つき悪くて言葉も雑だし、勉強したやつはもうそのまま行った方がどっかに役割があると思う。社長、その変態しか残らないっていうのはもう少し詳しく。個性っていうんですかね。やっぱりこうかつては物がなかったから作りゃ売れるみたいな時代あったわけじゃないですか。今もう完全にもう成熟社会だから、ちょっととんがったやつだけにこう注目とかお金とかが集まると思うんですよ。なんでパッと見て変なやつ、だからアンチが多いやつの方がいいかもしれないと思う。第一印象から嫌なやつだなと思うんだけどだったらそのまま生きろって感じ。君に弁護はしてもらいたくないけどねでもきっかけは親だよ。東大に行くっていうのは最初自分で考えたわけではない、教えてもらったっていうことですね。親が言ってくれたからこそその目指す道っていうのははっきりしてるし、これが自分にとって一番安定はしてるし、将来も確実にいい人生を歩めるとは思ってるから。東大に入ったからといっていい人生が歩めるかどうかって分かんないよね。それこそ小徳さんがすごく勉強頑張って上智に入って、でもそこで辞められたわけじゃないですか、はい、話せる範囲でどういう心境の変化などあって変わったんでしょう？ほとんどこう受け身でなんか勉強して授業とかを受けてこなかったんで、シンプルに大学っていうそのこう受け身、意外と思ったほどこう積極的に何かを学べるっていうよりは行くことが目的化してたんで、僕もどっちかっていうとそのとんがっててなんかまんべんなく何かをこなすっていうのができないタイプだったんで、むしろ卒業できなかったっていうのに近いし、こう一般的な普通のルートを歩むっていうのはもう難しいなっていうのはなんとなくそこで
気づいて、やりたいことはあったんですか？その上智に入る時に、はいはいはい、じゃあそれだけ毎日必死に勉強するって何かモチベーションがないと。そうですね。それでなんか地元茨城ですごいガリ勉ってディスられて肯定してほしくてブログを書いてたんですよね。こんだけ勉強頑張って褒めてほしいと思って、それが一定数すごい偏差値が伸びる変遷とかあって、そのブログが流行って合格報告したら教えてほしいって言われたんで、学習塾から僕最初創業してるんですけど、でそっちの方がなんか忙しくなっちゃったというか、単純に大学行ってもうまくできないし、なんか自分を肯定してくれてるというか、ちょっとまあみんなのスターみたいになってたんで、逃げなのかわかんないですけど、そういう方にのめり込んでっちゃったっていう。聞くとじゃあ小徳さんはもう親じゃなくて自分で判断していろいろやってるわけじゃないですか。まあ確かに親高卒なんで、まああと親族は全員経営者なんですけど、いい大学行かねえとってなんとなくやっぱ狂ったように学歴しか勝たんみたいに思ってた方なんでっていう感じはします。すごいだから共感します。皆さんにこの親が敷いたレールを歩むこのことについてはやめといた方がいいと思うのか、そのままでいいと思うのか、それぞれの意見を今井さんはどうでしょう？私は小1からモデルやってて、それはお母さんがいろいろ応募してくれてモデルやったんですけど、ある程度はママが引いてくれたレールを走ってって、走っていくうちにいろんな経験をするので、それでやりたいことが見つかったらもう自分の意思でそれてもいいし、そのまま歩むでもいいしっていう親の引いたレールに乗っかるのは全然いいことだとは思います。まずきっかけ作りとして好きなものを見つけられる手助けをしてもらったと。はい、それは全然いいと思います。山本社長どうでしょう？それも素晴らしいな。素晴らしい。もう地球が生んだ宝物だと。もう俺の友達は全員親とか法律とかなんか学校の先生とか会社の経営者の反抗ばっかして、俺もそうだけど、ふざけんなと思って生きてる中で素直に大人の言うこと聞ける子って 0.3% がいないと成り立たないから、そのまま言ってくださいって感じ。僕は嫌だけど。でも経営者とか何かと秀でたものがある人ってのはやっぱ反骨心が強い人。でも彼が経営者にならなくてもスーパーサラリーマン、スーパーぶら下がリーマン、社畜なれるじゃん。いやいや素晴らしいと思うよ。ほんとそのままスーパー社畜を目指して頑張ろう。敷かれたレールを走ってるだけって言われたらそうですけど、それまっすぐ敷かれたレールにそのまま走っていける人の方が私すごいと思ってて、やっぱどっかで反抗期を迎えるとか、なんかこうやっぱ違うなと思うとか、言うこと聞きたくないって思うとかって明治時代のそういろいろ絶対あるのに、言うことを聞ききれるってすごい才能で、逆に私には全くない部分なんで。江戸時代とか明治時代はさ、おじいちゃんとかからみんなさんにさ、あいつと結婚しろとか、そうあの仕事やれみたいな、はいやるのと一緒ですよね。嫁いで参りますみたいな。経験値が浅い未成年の人とかが考える不確かな道に時間使うより、こう経験をもとにいってる親の敷いたレールを信じる方が安心だなっていうふうには僕は思うので。だから明日何食べるかとか、どの女性と付き合うかとかも全部お母さんに聞いてさ、どの服着るかとかさ、ね、どういう髪型するかもママに聞いてさ、そのまんま頑張ってくれたらすごくいい人生だと思うので頑張ってください。田中さんに聞きたいのが、ご自身だけじゃなく、もうみんな国民みんな学歴社会だよと、みんな勉強した方がいいよ、東大を目指すべきだよって思うんですか？思います。自分以外の人に対しても。はい。なんで？勉強ができない人は何もできないと思う。一個企業に入ったら中央大学の人もいれば東大の人もいたりとか、こういろんな大学出てる人がいて、学抜ってそんなにないと思うんですよ。もうなくなっちゃったね。そうだから聞かれないよね。そんな会話にならないと思うんですよね。それよりもなんかこうコミュニケーション能力が高いとかって、今井さんが言ってたようなそういう部分の方がよっぽど大事で、なんか自分が学歴あるからって変に自信がついたせいで、なんか社会に出た時のコミュニケーション能力が全くなくて、なんでなんだって鬱になっちゃうとか、そういう人もいっぱいいるから。でもなんか勉強は自分を成長させるし、なんか言っても今はまだ学歴社会だとはもちろん思うので、頭がいいに絶対越したことはないと思うので、学歴があるっていうのは。だから俺があなたを全肯定してるように、あなたも他の人が音楽で行く、スポーツで行くとか、あまり考えないで幸せに生きたいなとか、いろんな価値観があるから、それを肯定してあげれば美しいけどね、東大って1年間に3000人しか入れないから、100万人中3000人だから残りの99万人が否定されちゃうから、あなたによって。それはあんまりよろしくないなと。松田さんはそうしなきゃってどっか意地になってる部分とかあるんじゃないかなと思って。違いますよ。普通にだから勉強することが正しいことだと思ってるだけなんです。コミュニケーション能力って必要になるし、若い時しかできない経験ってあんだよ。
松田さん、お父様はどんな方なんですか？すげえ真面目な人で、ずっと勉強してましたよ。ちなみに松田さん先輩は東大なんですか？あ、違いますね。僕高卒です。自分は大学行けなかったからといってその次の世代にそう押し付けるのも寛容さが足んないと。田中君が周りの一般の人に東大行かないやつはクズだとかっていうのもやめたらいいんだよ。翔太の小さい頃知ってて、もっと笑ってたやつなんですよ、こいつ。だんだんやっぱ笑顔が減ってるのを見ていくと、こんなやつじゃないのになって僕のちょっとここで小と徳さんどうでしょいやまあわかるけどね、遊んでるやつとか羨ましかったもん俺。でも遊びは今する必要は今するんだよだって。でも今あの人と遊んでくれる人私いないと思うんだよね遊んだ方がいいよっていうことによってなんかかわいそうな気がする。最終的に頭の良さだけだと勝てないんですよね、ビジネスとか。心と体が強くないと途中で負けちゃうんで。遊びよりも今は周りを出し抜くための時間にしたいなと思ってて、だから頭はいいけど AI よりバカな心が持ってない痛い大人になっちゃう。一生後悔するし。